にちは。今回は先週第2話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。板のサーカス。チャンネルじゃなかった。イデオンにも見える。板のサーカスミサイル来た。板のやりやがった。なんとか追い返した。夏子だけでよくね。時間稼ぎが必要。普通に気合入っててすごいわ。サンライズパースでロボとかもあるのかな。パロディありきなんだな。日曜この時間じゃなかったら人気出そうなのに。ボイドは同じ攻撃を繰り返せば勝てるな。絵が下手くそなアニメーターもいるんですよ。おっと、横浜アニメーションラボの悪口はそれまでだ。あんま異世界もの見ないからわからんのだけど、転生しても帰れるものなの。元の肉体死んでるから無理でしょう。途中で帰ったのは影実だけ。次はなんだ。波動砲か。水中戦かもしれん。イデオンの全方位ミサイルかな。毎回何描くか当てるクイズアニメなんやな。ミサイルまで描けるのか夏子。天才じゃん。冒険者パーティーいるのこれ。時間稼ぎ要員は必要。タンクがいないと作が時間確保が難しい。今回のオマージュはサーカスか。なるほど。毎週何を描くのかを楽しむアニメか。アニメ作が、特にエフェクトは秘伝のタレみたいに継ぎ足しされて更新されてくからな。パロディアニメだったか。板のサーカスからのトウモロコシアタック。巨神兵と納豆ミサイルを序盤で使ってしまったか。井出の力と変わるんじゃないか。これ劇中原作ではどうやって勝つことになってんだろう。なってない話じゃなかった。毎回負けて一人ずつ仲間が死んでいった。滅びゆくエンドや。3日分前借りしたのか。そんな感じになりそうだな。3日で描けるのやばいな。かかった時間分寝るのか。夏子可愛いから困る。メレット終わった。やっぱりこのアニメ1本で終わるのか。ラキュタのインドラの矢じゃなくてよかった。板のサーカスパート。板のサーカスパート。本人がやってるじゃん。板の板のサーカス懐かしい。実際にクレジットに板野一郎の名前が。ご本人様呼んでんじゃねえぞ。本人だよ。ガチ板のだった。もしかして本人呼んで描かせる。もしかして先週の巨神兵もアンナだったの。板の本人がやってた。本人ってまだ現役だったの。やっぱ面白いわこれ。板のサーカス本人降臨わらた。パロでもここまでやったらすげえわ。タコハイも混じってるかも。労働を前借りする能力だったのか。てか3日かかるって1日8時間の換算。面白いとかそういうの考える間もなく、ただただ見入ってしまうアニメだ。空中戦と聞いてガンダムじゃないな。マクロスか。と思った俺は、ターゲット世代ってことか。毎回パロディあるわけじゃないのかとがっかりしたら、俺がものを知らんだけで元ネタあるのか。これ必殺技が1回切りって縛りが地味にきついな。このアニメの楽しみ方が分かった。小川さん呼んでくれ。必ず新作とかやべえな。あとはアンナの爆発とかかな。先週巨神兵のパロディやってるからどうだろあれもそうだっけ。他に有名なのだとガイナのヌルヌルバトル作画の人いたよな。名前忘れたけど、納豆ミサイルって呼ばれるのに消えてた気がする。ご本人。板のサーカスって呼んでいいのか、本人だからいいのか。なんかスタッフすげえな。う。何でも描ける天才夏子だからなんとかなってるけど、サミダレのアニメーターだったらサミダレ系しか描けなくて即死だよな。ミサイル出せるならガンダムも出せるだろう。ガイナダチとか大張りとか来ねえかな。またバリってパースみたいね。何がやりたいかはなんとなく分かった。髪の毛うざいと思い始めたところだったから上がってよかった。あの食い方だと前髪の裏側に食い物がベタベタついて汚れるなと思ってたら、最後に前髪上げたかメメルンが一切顔色変えないのが気になる。毎回パロを楽しむアニメか。まあいいんじゃない。もしかして前回のスタッフにナウシカの関係者いたのか。さすがにアンナには描かせられなかったか。最終回最後の技は広瀬夏子オリジナルってオチかな。
あと10作品パロ元を予想しなきゃならんのか。いろんな有名作画を紹介、本人召喚系なのかな。もう巨神兵と板のサーカス使えないとなるとだんだん厳しい戦いになるのに大変そうだな。ミサイルのシーン圧巻ですね。能力の描写が原画チックで、それでいて不思議な力感があるのすごいです。ただ力の代償は気になりますね。これアニメーションを作るにはそれだけ苦労するという、まさにアニメをかけて訴えてる感じがします。今度は板のサーカス。しかも板野さんの板のサーカス。やっほー、最高やん。リール感紛れてないかなとコマ送りで見てしまった。ドッグファイト楽しいよね。青い空と薄い掛け網のような白い雲。ターゲットが何回かミサイルをかわすストーリーがきちんと描かれている。むっちゃいい。板野一郎さんをわざわざ招集したのね。アニメーター無双じゃないですか。ありそうでなかったというか、これやろうと思ったらリソース大変だものね。マッパさんみたいなとこじゃないとやれないよね。今後もどんなものを出してくるのか楽しみです。ジブリの次は板のサーカス。召喚は各1回限りという縛りが次回への期待を高める。召喚された主人公がすぐ世界に行く展開に常々疑問を持っているので、夏子が元の世界に戻ろうと努力する姿に共感した。夏子は元がいいので前髪をもっとおしゃれに分けてほしい。変身バンクシーンはクオリティ高いし何回見ても笑っちゃう。1話のナウシカに続いて何が来るかと思ったら、あのミサイルシーンですごかった。板のサーカスって言葉は初めて知ったのでいろいろ勉強にもなります笑い。毎回新しいネタでと縛りがついたので、今後の召喚シーンも楽しみ。スペースダンディ脚本で知られる上野紀美子先生の脚本だけあって、すごく凝った異世界転移譚、めちゃ面白かった。主人公の転移者が女性のアニメ監督で、常に現実元の世界とのつながりが意識されているのが面白い。縁で果てしない物語がベースになっている。設定資料集を見て楽しむ夏子に対する変態かや。この世界の真実を語ってるのにただの痛い子扱いで笑わせたかと思えば、バンクはダメで新作のみという謎の縛りからの板のサーカスで見せる緩急がお見事。しかもエンドテロップによると板野一郎氏本人でさらに驚愕。ルークって典型的な堅物キャラっぽいけど、現代っ子の夏子に圧倒されて変わっていく感じが面白い。やっぱり発動には条件がありそうだけど、終わった後延々眠ることと関係あるのかな。書き下ろしじゃないとダメってのも面白かった。これは完走できそう。当初想像したアニメーターのトラウマをえぐる話かと思っていたら、まさかの異世界転生ものと見せかけた。やっぱりアニメーター向けの作品か。バンクはダメとか笑い。白箱と比較してしまいそうになるけれど、それは野暮ですな。今のところこれまで見たアニメの似た状況から対処法を見つけていく話っぽいけど、最終版で過去のどのアニメにも似た状況がない。ものすごく変なピンチを迎えて、アニメ監督広瀬夏子としての完全オリジナルの発想で対処することになりそう。映画1本分のアニメ作品の世界、夏子にとっては創作されたキャラクターたちだけど、彼らは彼らの世界で生きていて、全て現実。映画で描かれていない部分がこれから出てくるのではと思うのだけど、その時に夏子は何を思うんだろう。今回は板のサーカス。コンセプトは完全に明確になった。往年のアニメファン歓喜のネタ部分を抜きにしても、夏子が自身に深かかる本気の作画を放つ様に熱くなる、好きになる。ユニオたちが畑を守るなど、全力で備える描写も抜かりない。名作の未来しか見えない。最後まで見てくれてありがとうなのだ。なので高評価が欲しいのだ。感想コメントも欲しいのだ。チャンネル登録してくれると嬉しいのだ。お願いするのだ。